タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて気づけば96週間が経ちました。お盆に差し掛かったこの日、あまりの暑さに耐えきれず標高の高いキャンプ場を目指すことにしました。行き先は群馬県片品村。朝6時に自宅を出発し、チェックインまでの時間を利用して途中の観光も楽しみます。まず立ち寄ったのは赤城山にある赤城神社。標高はなんと1390メートル。歴史は1200年以上とも言われる由緒ある神社です。ただこの日は霧が立ち込め、境内や湖は真っ白。けれどその景色がかえって神秘的で、何か大きな力を感じる瞬間でもありました。車を降りたニアは18度の外気にぶるっと震えつつもブリプリと尻尾を揺らしながら散策を楽しんでいました。境内を歩いていると湖にスワンボートを発見。これは外せないと乗ってみることに。料金は1人500円。若いクルーに漕いでもらいながらニアと一緒に湖面からの景色を味わいました。ただ漕ぎ出してから数分後、霧がますます濃くなり、霧に包まれてしまうと方向感覚が消えていき、一気に不安が押し寄せてきます。これ戻れるのかなと心配になったその時、ふっと霧が晴れ、無事に岸へ帰還できました。後で係員さんに聞くと、帰り道を見失った場合は GPS を使ってもドルのだとか。ただし場所によっては岩に乗り上げてしまうこともあるらしく、自然の力を甘く見てはいけないと実感しました。今回の赤城神社の立ち寄りは霧に包まれた不思議な時間とちょうどいい涼しさに心も体もリセットされた忘れられないひとときとなりました。赤城神社を後にしてニアと飼い主たちは尾瀬方面へ。途中で吹割の滝を見つけましたが駐車場が満車。ここは最終日の楽しみにとっておくことにして先を急ぎます。しばらく走ると道の駅尾瀬片品に到着。キャンプといえば地元の野菜や果物を直売所で買うのも楽しみの一つ。立ち寄ってみると観光客で大にぎわい、キッチンカーも並び、ワンちゃん連れの人やお土産を選ぶ人たちでとても活気のある雰囲気です。飼い主も地元の野菜をゲットして顔をホクホクさせながら再び出発です。道の駅尾瀬片品から車でおよそ20分。ようやく今回のキャンプ地グリーンパーク尾瀬戸倉に到着しました。尾瀬高原ホテルの中にある受付でチェックインを済ませ、予約していた区画サイトへ。144平方メートルと広々としたスペースが用意されていて、これなら快適に過ごせそうです。到着した頃には天気も回復、青空が広がり、気温は22度。真夏とは思えない心地よさに感激しました。すでに多くの人がキャンプを楽しんでいて、区画サイトも満杯。川のせせらぎが耳に心地よく、自然の豊かさを全身で感じます。ただここは山のキャンプ場。ツキノワグマやカモシカが出没することもあるため、ゴミの管理には注意が必要です。実際に散策していると大人のカモシカとばったり遭遇。思わず笑顔を作ってみましたがすぐに逃げてしまいました。笑顔を見て逃げられた気がして安心する反面、やりきれない悔しさが飼い主の心に残りました。悔しさを少し引きずりながらも、いよいよキャンプ飯の時間です。
のんびり火を起こし、道の駅で買った食材を広げていきます。買ったのは肉厚でパリッとした食感の福耳からし、香り豊かなジャンボニンニク、そして甘みのあるミニトマトのフルティカとアエコ。まずは胃を落ち着かせるためにフランクフルトを調理していきます。焚き火を中火に抑え、じっくり焼くことに10分。こんがり色づいたフランクフルトをお皿にのせ、みんなでいただきます。その横ではミニトマトを一つニアに食べさせてみました。ニアはあまりに美味しかったのか、ミニトマトを置いているザルの香りをクンクンしていました。次を待ちわびる姿に思わず笑ってしまいました。次は自宅で仕込んできたハンバーグを投入。炭火でじっくり焼き上げ、道の駅で買ったジャンボニンニクをみじん切りにして、ソースの香り付けに食欲をそそる匂いが辺りに広がります。食事が終わるとニアもすっかり満足した様子で毛布にくるまり、気持ちよさそうに打とうと、こちらは片付けを済ませ、日が暮れて涼しくなった頃にホテルの大浴場へ。20人は入れる広さで、湯量もたっぷり、セミの声と川のせせらぎを BGM に心も体も解きほぐされていきます。さっぱりした後はテントに戻り、ニアの寝顔を眺めながらみんなでトランプでのんびり。こうしてキャンプ初日の夜は静かに幕を閉じていきました。明日は日光白根山に行ってみようと思います。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。